まあ、ラブ4ね、いいところ多くてね、いい車ほど長所短所という部分で弱くなってきますから、まあでもそうね、それだけだと話にならないので、まあ弱点的な部分、まあ自分の好みと合わない部分もあるので、そのあたりちょっと挟むような感じかな。でもね、乗り心地だと静粛性ね、このタイヤが、ゴムが柔らかいのかな。印象いいですね。速度を上げて音がしない。まあ正確に言うと、静粛性の聞こえ方として、中高域が聞こえてくる感じなんですね。ザーサーっていう。回転数を1回上げてから加速するんですけれども、そこで結構待たされたりとかね、CVT やエンジンと対話して、それに合わせてアクセルを踏んでいくっていうのが、車の醍醐味、面白さだとすると、いや、面白いんじゃないのと、今ちょうど石畳の道に来ていました。ここ、下石畳です。ゴリゴリしています。どうでしょうかね。どうも、ヒラリーです。今日はラブ4に乗っています。アドベンチャーの 4WD モデルで、この車の価格と内装というテーマで述べていこうかなと思います。まあ今ねこうしていますけれども、走りながらちょっと述べていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速ね、自分の顔ついててもしょうがないんで、走っていきますね。走りながら述べて、途中でちょっと装備とかの話はね、後取りのを挟もうかなと思っています。ボディデザインとかね、このラブ4いいんじゃないのって思われてる方多いでしょうから、そのアドベンチャーのね、ボディデザイン、外で別に撮ったものを挟みつつ、違う話とかをね、していこうかなと思います。今日の車が2025年価格で371万円です。で、4WD。グレードとしてね、高い方で、いろいろついていて、4WD で370万円。なかなかあれですよね。お値打ちだと思います。そのお値打ちって思うのが、今ね、消えてますけれども、この辺、シートヒーターだけではなくて、シートベンチレーションもついているんですね。この辺でファンの音がふーってしてきて、背中汗かかないで座っていられるっていうのがね、あって、特に暑がりの方にはね、すごくいい機能です。もう、最近これついてないと車買えないよって方もいらっしゃるみたいで、自分は寒がりなんでね、切っておきますけれども、こういった機能がついていて370万円。他に、どうでしょう、370万円でシートベンチレーションまでついてる車ってそんなないんじゃないですかね。あんまりちょっとね、興味ないんで、調べたことないんですけれども、あとシートヒーターもついていて、で、フル液晶のメーター。これはよくね、トヨタで使われているのと同じタイプのものになります。ちょっと操作方法がね、煩雑というか難しいんですけれども、やっぱり機能豊富でね、複雑なものなので、あれなのかなと、どうしようもないのかなと。燃費系の2セットぐらいはね、もうちょっと簡単にできたらいいなとはね、思うんですけれどもね。でも、とりあえず高級感はある。で、このエアコン操作部なんかも、なんかこれ、ラブ4専用なのかなって思うようなところがね、すごくいい。この表示、今24出てるのとかすごく大きく出ていますし、この絵はもうごついね、ラバーが貼ってありますし、もうほんとこれだけで大きい。こういったところがね、アシストセレクターもあれですね、コキコキって動いて、結構ね、このヘビーデューティーな黒感らしさにちょっと、合ってるかなって思うところです。で、デビュー当時は260万円からありました。ってことでごめんなさい、ちょっと長くなってきちゃったんで、ここでちょっとね、装備と価格のグレードとかをね、挟みます。大きい点からいくと、現在は 4WD モデルのみで、FF モデルはなくなっています。パワートレインは純ガソリン、ハイブリッド、プラグインハイブリッドの3タイプ。ラブ4っていうとワールドワイドなイメージで、PHEV のイメージも強いです。価格はガソリン車が X324 万円から、ハイブリッドが X386 万円から、価格の開きは大きめです。タイヤサイズはグレードによって17、18、19と3タイプ。どのタイプに最適化されているかは気になるところなんですけれども、同様の針や思い出しても、これが外気温によるゴムの柔らかさとか、別要素による違いの方が大きいとも感じています。あらゆる条件で全て乗ってみるのは不可能ですので、疑問は疑問のまま残っています。今回は外気温が26度から34度の間で乗りました。
あまりに快適性高かったので、温度変化による差が大きいかもしれない点を先に述べさせてください。戻って人気のグレード、アドベンチャーは371万円と433万円。その他よくトップグレードとして使われる Z という名称がガソリンモデルですと GZ パッケージとなっています。そしてこのアドベンチャーと GZ パッケージともにガソリン車ではリアにベクタリング機能がつく 4WD となるのが特徴です。ベーシックな X とそれから G とはシステムが異なります。っていう感じでね、一番安い車で今320万円からになっていますけれども、4WD 専用モデルということと、あとハリアーで一番安いのがなくなるかもしれないといったところでね、そのポジションにすっぽり来たのかなっていう気はします。いずれにしても車全体がこう値上がってくる中でお値打ち感ありますよね。全然ね、も形自体はトラディショナルというか、普通に車らしい車、言ってみればコスタとかもあるようなね、ボディデザインもこの内装の造形もそんな感じですけれども、そんな中でもね、乗ったらすごい乗りやすいですしね。シート下げても一番下までシート下げてもね、今一番下だ、もう全然普通に運転できるね、この乗りやすさ。目の前ハンドルでもね、感覚取りやすい。左側寄せるのもね、楽ですし。ラブ4ねいいところ多くてね、そうねいい車ほど長所短所という部分で弱くなってきますから、述べにくいというのは事実でもいいからいいって言ってます。あとはでもそうね、それだけだと話にならないので、弱点的な部分、自分の好みと合わない部分もあるので、そのあたりちょっと挟むような感じかな。さっきね、別の動画撮っていて、2本ね、カメラが回ってなかった。それからマイクが挿すの忘れて抜けていたなんていうのがあって、撮り直していて、どの動画で何喋ろうかっていうのがもうごちゃ混ぜになっちゃってね。ちょっとすいません、ちょっと被るかもしれませんけれども。これ幕張メッセの前ね、ここ通りながらちょっと述べていこうかなと。まずね、車がね、荒っぽくない。これ意外でしたね。意外というか、やっぱり熟成っていう面で、どっかのタイミングで変わってるんですかね。TNGA の GAK プラットフォームが、やっぱり GAK に限らずか、全体的に硬さ感じるとかね、あってリアサス動くのいいんだけど、フロントがちょっとガチンガチンいくとかね、パカパカリアサスが音を出すとか、パッカンパッカンすごかったんですけれども、そういうのがもうなくなってね、すごいしっとりしています。で、タイヤもいいの履いているって感じ受けますね。今日のタイヤ19インチタイヤでして、大きくて重くて幅も広くて雑っぽい乗り味してんじゃないのみたいにね思われるかもしれませんけれども、もう全然タイヤ静かで、ラブ4全体的にね、低速時はこの細らしていてちょっと弱点っぽい、乗り味的にね、すごくいいとは言えない感じがします。その代わり、6、70キロ、80キロぐらいの速度になってきて、もしくはもう一度速度を出すと、すごくいいとこが味わえるのでね。全体的にそういう話かな。こうやって走ってると別にネガティブ感じるわけでもないんですけれども、そうね、ほんのわずかなところで言うと、ハンドルを大きく切って戻してくるところ、駐車場とかね、ちょっとハンドルの戻ってくる感じが、電動っぽい感じっていうのかな。ウィーンとね、一定の力でウィーンと戻っちゃう。で、アクセルを踏んでないクリープの状態でそれが起きるので、四駆のシステムだからとか、そういったところではなくてね。で、ちょっと反応がやっぱり弱い。路面からの反応が弱められている。で、このあたりが、もしかしたらね、オフロードとかに合わせられているのかと。時速2、30キロまでのところが。この間ですと 4WD システムもリアの駆動力をぐっと高めますし、50対50ぐらいの感覚です。で、ハンドル周りもほんとね、衝撃伝えてこなくて、中心に戻ろうとする力が強くて、ゆっくりね、戻ってくる感じ。どこかで試せるかな。そうね、次ちょっと曲がってみましょうか。で、こういったところがね、自分も砂利道走ったりとか、
片輪だけ砂利道、片輪だけ舗装みたいなところも走ったりして、昔訓練してまして、そういった時の感じからしてね、こうブル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 ってハンドルに来るのを軽減してくれてる。電動パワーストの力で軽減してくれてる。ちょっと、もう次ハンドルから手離してみましょうか。これね、アクセル踏んでなくてもこんな感じでね、戻るんですよね。で、最後コクっていきましたけれども、こういったところがね、まあ、ちょっとある。細らしてるとね。その代わり、速度を上げて、6、70キロになってくると、ハンドルずしっと重さを増して、直進性いいねと、余計なふらつき感を伝えてこないねっていう感じで、すごくね、うまく走ってるような車に感じていきます。で、ある程度高く与えてあげるとね、効きいいねということにもなってきますし、まあ、そういったところでね、ちょっと舗装路だけで単純にこの車どうこう言うのはちょっと申し訳ないかなとありまして、今ちょうど石畳の道に来ていました。ここ、下石畳です。ゴリゴリしています。どうでしょうかね。今速度時速17キロ、20キロぐらいかな、これで。出地していますね。かなりやっぱりシャットアウトされますね。ちょっとハンドル切っています。やっぱり途中からちょっと効きが強くなる感じでね。まあ、ちょっと言わせていただきますと、この辺まで切ったらハンドルを重くしてくれた方がいいかな。少しね、切る量を増やした時に重くしてくれないと、クッと効いてくる感じがして、そこが、そうね、まあコンビニ入る時に、クッと効いちゃうポイントがあって、自分的に嫌なねってとこがあったんですけれども、まあちょっと望みすぎですかね。ちなみに車によってはこのぐらいのね時速20キロぐらいで振った時に応答性いいねとかショックアブソーバーどうこうだねって車がありますけれども、これそんなこともないね。フロントサスペンションはそんなに動いてくる感じを伝えませんけれども、リアサスペンションはお尻の下で動いてくる感じをね伝えてくる。でその際に微妙にコツコツしたりね、カチャカチャ感があったりとかするんで、だからこそリアサスが動いてるって感じが伝わってきて、自分的には気持ちいいかと。ほんとね、何にもなかったらね、車って気持ちよくもないし、ただの移動手段ね、もうコモディティ化っていうのか、白物家電化しちゃうっていう、ほんとそうなっていくと思うんですよね。若干いろいろあるからこそ興味持つし、楽しいし、っていった感じでね、この最近のトヨタ車でよく見られるような前後バランスとかリアサスの感じとか、あとこのパワースの感じもそうですね。まあ楽しいかなと。まあもっとね、もっと味が濃い車、いっぱいあって、そういった中ですとね、どうしてもトヨタ車って初めて車乗られる方とか、あまりに車に興味ない方も乗られるとか、一番大手であって、業界標準でもあって、そういうメーカーですから、いろいろね、幅広くターゲット層を考えなきゃいけない。で、特殊な層は GR スポーツとか GR 買ってよと、要するにレビューとかするような人はね、そういうの買ってよって。もしくは身内が買って、レビューとかね、してよみたいな感じになってきますから、ちょっとね、特殊なところかな、今のハンドリングの話とかね。でもね、乗り心地だと静粛性ね。このタイヤが、ゴムが柔らかいのかな。印象いいですね。速度を上げて音がしない。正確に言うと、静粛性の聞こえ方として、中高域が聞こえてくる感じなんですね。ザーサーっていう。で、タイヤのゴロゴロする音が省かれていますから、低い音がカットされている。これが、すごくいいなと。輸入車なんかですと、低域のみ残して聞かせるなんていうこともありまして、で、やっぱりいろいろ調べていると、この耳の作りとかのね、それから快適不快っていう感じ方で、人種による差って言ったらおかしいね。ごめんなさい。ちょっと今のカットかと。そのね、人によって差がいろいろあるっていうのがね、これ前の信号青なんですかね、赤なんですかね、青だ。全然見えないね。でね、あってね、どうも欧州の人はね、その低周波のみ残すという、ベンツとか BM であるようなね、静粛性っていうのが心地いいみたいなんですよね。でも自分はそうね、国産車でもそういった車が増えてきてる中で、低音域の消えてる車っていうのが一番不快に感じない。聞き疲れしないし、窓開けたくもならないし、
ほっとするねって感じるのはそういった車ですね。低域は圧力変化大きいですし、ボンボンこう動きますからね。スピーカーも低音ほどこう動きますでしょう。その分空気を振動させて音にしているので、車内の圧力変化っていうのも大きくて耳疲れちゃうんですね。で、周波数 50Hz あたりが出てるなとか 250Hz あたりが出てるなって音が自分結構嫌で、まあ、車だとあるんですけれども、ラブ4はね、そういうとこがないから快適。なので、正確に言うと自分の耳にはすごく快適って感じですね。あと、今カメラ持ってくれてる同僚も、おーってね、全然思ったのに快適だよっていうのが最初の第一声でした。で、そっか、もう一つ付け加えると乗りやすさについても、その彼がね、最初に一言、先に彼乗ったんですけれども、あれこれヤリスクロスより乗りやすいんじゃないのと、左側の感が取りやすいんじゃないのって言ったのがね、まあ自分そこまではちょっとね、動画なんで言わないですけれども、でもまあ思いますね。椅子下げてもいいし、今ボンネット見えないだけなんですね。ハンドルが鼻の高さぐらいかな。これでも全然普通に運転できますからね。ダッシュの高さとかがハリアーと変わらずで、ナビモニター大きくて、ピラーの位置とかね、角度ももしね、ハリアーと一緒ぐらいだとしたら、なんでかなと。やっぱりこのダッシュボード全体の形状を効いてるんでしょうかね。あとボンネットも結構先端が上がってるっていうのがやっぱりラブ4の特徴ですかね。ちょっとね、これパワーシートでね、座面上げると、前の方までね、よーく見えますからね。もう全然前寄せるの怖くないし、左側寄せるの怖くないし。で、あとね、ミラーも大きい。これハリアーの時にちょっと述べましたけども、やっぱりね、ミラー大きい方が乗りやすいですね。ミラー大きいと、天井をこう、映す面積増えて、特に着座位置が高い車でね、低い位置から真後ろまで映すのって、やっぱり高さ必要だと思うんですよね。この高さの幅というか、大きさね。面積というか、難しいですね、日本語ってね。いろんな表示、言い方があって。で、全面投影面積というその風の抵抗を考えると、本当はね、設計者だったら1ミリでも小さくしたいはずです。それが燃費に効いてきますから。で、最高速考えたらね、ミラー畳むと最高速が1キロ2キロ増えたなんてのもありますからね。本当はミラーちっちゃくしたいはず。でも、乗りやすさを考えてその大きさにしてくれているって嬉しいですよね。で、ミラー結構手前側にあってね、最近の車どんどんこっちに寄ってきている。その代わり三角窓ができていて、視覚の分散なんてなっていますけれども、とりあえずね、左側少しえぐれている。ここね、ウエストラインの先端の方がちょっとえぐれているっていうのはやっぱり効いてきますかね。これ昔初めて感じたのが何だったっけな、デミオかなんかだったんですけれども、その頃はね、自分をすげーってめちゃくちゃいいじゃないって言っていましたけども、最近はもうこういう形状の車多いのでね、一般的なんであえて言いませんけれども、言ってるか。とりあえずね、このラブ4すごく乗りやすい。ナビが大きくてちょっと圧迫感ありますけれどもね、大きい方が満足感にもつながるといったところで、そんな感じになります。で、弱点は CVT。これはハリアーと行った時と一緒ですね。アクセル回で一定でもフォンフォンフォンっていうような時があるし、回転数を1回上げてから加速するんですけれども、そこで結構待たされたりとかね。そういったところはある。でもこのね、CVT やエンジンと対話して、それに合わせてアクセルを踏んでいくっていうのが、車の醍醐味、面白さだとすると、やっぱりね、そういうハイブリッドみたいに踏んだ瞬間に何も言わずにスーッと走るより、いや、面白いんじゃないのと。で、これを滑らかに乗るにはどう乗ったらいいだろうって考えながら乗るのってね、結構、車の楽しみにつながっているんじゃないかと思います。で、デビュー当時は260万円からありました。で、デビュー当時260万円からあって、で、プラットフォーム的にはトヨタの大型前輪駆動車用の TNGA、いわゆる GA 系プラットフォームというのが使用されていて、260万円スタート。そこにすごくね、お値打ち感ありました。いい車買ったねと、賢い車買ったねか。そういった印象にもつながりますしね。ラブ4ってそういう賢い感覚というのがすごくね、強かった車です。で、これが乗ったら、また良くて、今日のアドベンチャーで19インチタイヤ履いているグレードですけれども、乗ってもね、結構いい。で、そうですね、思い返しますと、初代ラブ4、すごくね、チョロ Q っぽくて可愛いのを、前ね、知り合いが乗っていて、一緒にね、
つるんでた仲間が乗っていて、おって思って、その初代ラブ4がカローラベースの、小型用か中型用の FF プラットフォームを使った、SUV でした。まだ当時で言ったら SUV って言葉がなかったかもしれないですね。といった車が今やその上級車と同じ作りをした中型ぐらいのね、SUV になってきて立派さある。乗っていてもね、普通に高級感ありますからね。これ意外でした。もっとね、ゴツゴツ感強いのかなと思ったら、もう全然そんなことなくて、すごく滑らかで。で、そうね、そんな進化したラブ4ですけれども、モデルチェンジに迫ってましてね、2025年度中にモデルチェンジする。といった中で、実は2025年モデルとして小改良されて、今のね、ラブ4が未だに1月登場かなして出てきています。おーってやっぱり力入っていますよね。世界、特にアメリカで人気の車とも言われますし、アメリカだとコンパクト SUV でトップを取ったり、そのトップを争う車ということでね、すごく人気みたいです。年間生産台数100万台とか聞きますからね。単純計算で月に10万台弱というか、8万台ぐらい。ものすごいですよね。普通の車が日本で、月に2000台、3000台売れる車ですと年間で3、4万台ですから、ものすごいですよね。それより、その倍の数を毎月世界だとね、売っているっていう、すごい人気の車というのが伺えます。なので、時期型もね、ものすごく楽しみで、先進的なフロントフェイスになってきてね、透過類の与えるイメージって大きいよね、なんて思っていました。ってことでね、ちょっとね、今日、一言ちょっと、いつもカメラ持ってくれてるカメラマンに、ちょっと一言賛辞をね、ちょっと送りたいので、ちょっと挟んでいきます。今日この動画ね、今カメラマンが手持ちでカメラを持って、で、マニュアルで操作しながら撮ってくれています。これね、実はね、難しいし体力使います。GoPro とかいうね、アクションカメラ、簡単なカメラでも、ずっと持ってるとね、意外と手が疲れちゃう。で、変にブレないようにとか、そうね、ピント合わせる位置とか、ピントもそうだし、あと明るさ調整とかね、今みたいに逆光。車に乗っていると、その走行しながらの撮影ってね、本当にいろんな場面が出てくるんですね。トンネルで暗くなる時もあるし、その後明るくなるし。で、あと夜景なんか特にでして、そういったあたりでね、そうね。ちなみに手で持ってくれていると、こういった今ね、イオン、左手側がこれ日本で最大級って言われる、イオンモールなんですけれども、あと幕張メッセの駐車場ね、こういうのもちょっと向けてもらえると、そっちをカメラ向けてくれて、で、ピント合わせてくれて、いろいろやってくれるんでね、ほんと助かっています。以前は自分こうやって車のレビューしながら、ちょっと絞ってとか明るくしてとかね、数値いくつなんていう指示出していましたけれども、もうそんなことをしなくてもね、マニュアルモードで的確に撮ってくれて、で、自分がね、20分ぐらい喋ってるのを、ね、カメラ丁寧に持って撮影してくれている。もうほんと感謝ですね。ほんとありがとうございます。こんな感じで、明るく自分のテンションも上がってきたところで、ちょっと今回動画以上にしたいと思います。じゃあすいません。また、チャンネル登録と、いいねボタンと、あとね、動画のご視聴で応援いただけますと、これからもいろんな車に乗ってレビューしていくことが可能になります。ということでまたどうぞよろしくお願いします。間違いいっぱいの乗車選び、ヒラリー男爵でした。